こんにちは、みどちゃれ TV の愛です。今回は新宿エリアで一番安い個室に泊まろうと新宿三丁目エリアにやってきました。なんと一泊朝食付きで5000円台ですよ。その前に新宿三丁目とは新宿区にある商業施設が密集する繁華街エリアです。伊勢丹マルイなどが有名ですね。そして本日私が宿泊するのは新宿駅から徒歩15分くらい、3丁目からは徒歩7、8分かな。とても便利な場所にあるビジネスホテルにやってきました。ということで本日宿泊するのがこちら、東京ビジネスホテルさんです。以前から格安のホテルなのに旅行サイトの口コミ評価が良いということで気になっていたので皆様に情報をシェアしていきます。それでは今回のぼっち旅スターティン。チェックインを終えて今日の私のお部屋に向かいます。本日のお城はこちら、708号室です。では早速入っていきましょう。はい、お部屋に到着しました。ではルームツアーです。はい、お部屋全体の雰囲気がこんな感じです。ぐるっとね。窓際ベッド側から見たお部屋がこんな感じでかなり広いです。びっくり。エアコンなのかな？暖房も冷房もこれなのかな？お洋服をかけるハンガーのところも割とでもなんかねシックです。デスク周りはこんな感じ。なんかね昔ながらという感じはあるんだけど、なんだろうな、なんかクラシックな感じはします。そしてこちらは選べるギフトということで休息時間をもらいました。他にはねアイマスクとあと化粧品みたいなものが選べました。はい、ドライヤーはなんか部屋に置いてなくってチェックインの時に渡されました。冷蔵庫も見てみましょう。この冷蔵庫は電源を入れてお使いください。あ、これだ。はい、冷蔵庫は電源を入れるタイプですね。違う。ここの電気がつきました。電源どこにあるんだろう。これを自分で入れてってこと？あ、つきました。このね、オレンジの照明一つあるだけで非常になんかね、落ち着きます。はい、ベッドサイドの台の横にはコンセントの差し込み口と、このスイッチなんだろう。あ、照明か。はい。頭上のね、電気が消えたりついたりっていうスイッチでした。ベッドの上には浴衣と、あとはバスタオルとかタオル類があります。そしてベッドはね、シングルサイズのベッドです。ちょっとめくってみましょうか。はい、枕の高さはちょっと高めですね。で、アメニティはフロントの横から好きなものというか基本のものを持ってくるスタイルです。はい、以上ルームツアーでした。お部屋にはトイレがないので共有部分のトイレをちょっと見てみましょう。洗面台は2箇所ですね。洗面所って書いてある。ちょっと見てみましょう。ここで歯磨きするんだね。なんか無料のお水とかお茶があります。じゃあちょっと冷たいお茶でもいただこうかな。はい、なみなみ出てきました。お部屋に戻ろう。良心的ですごいなと思いました。トイレとかね、お風呂はお部屋にないけど、そこが気にならない人だったら5000円台で泊まれたりします。まあ日によるけどね。そうそう。こちらはロビーです。ロビーも広々としていますね。ワークデスクもありましたよ。カップで出てくるコーヒーを購入できるのも嬉しいです。一旦チェックインをしたんですけれども、お夕飯のテイクアウトを予約しているので取りに行きたいと思います。歩いてね10分ちょっとかかるかもしれません。行きましょう。新宿御苑の方に向かっています。せっかくお宿が安かったので夕食のコストも抑えたいなということで、新宿御苑で有名なハンバーグ屋さんにテイクアウトをお願いしています。ハンバーグのウィルさん。
新宿御苑エリアに2カ所あって、テイクアウトはこちらの店舗です。お弁当以外のサイドメニューもテイクアウトできるみたいですね。違うんで。はい。いいですね。ゆっくりお酒飲むのに良さそうな。お酒飲みやすいようには作られてるんで。なんかハンバーグの方一回ランチで行ったことがあるんですけど、なんかはい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゲットしました。素敵なお店だった。お店の近くにこんな素敵な感じのお店を発見。よく見てみたら、おにぎりとお抹茶のお店でした。新宿御苑の公園が近いから、昼間ここでおにぎりとか買ってピクニックもいいですね。続きまして見つけたのがこちら。プリンが気になります。おちよプリン。卵好きだからプリンも気になります。ちょっと入ってみましょう。おすすめは普通のはい。ベーシックな。あ、すごい。何の賞なんですか？プリンの賞があるんですか？P1 グランプリっていう全国大会が。すごい。はい、プリンもゲット。はい、今回は私はテイクアウトでしたが、ホテルの周辺には徒歩5分以内にもたくさんの飲食店があるので、食べるものには困りません。はい、ということでホテルに戻ってきました。ホテルの2階には自動販売機がたくさんありますよ。はい、アイスの自動販売機もありました。嬉しいですね。お風呂上がりに食べたくなっちゃいますね。ホテルの近くにすぐコンビニがありますが、外に出るのがめんどくさい方は自動販売機でアルコールを購入することもできます。お菓子の自動販売機もありましたよ。この枝豆のやついいね。買ってみようかな。買いました。枝豆のスナック。はい、ということでお夕飯にしましょうか。セブンイレブンで買ってきた野菜スティックを食べます。もうだんだんこれ定番ではい、朝日のスーパードライ開けちゃいます。では今日もお疲れ生です。ハンバーグを買ってきたんですけど、その前に野菜から食べようと思います。もう、ホテル飯の定番になってきた、これ。はい、麹味噌マヨネーズ入り野菜スティック。これ結構ロングランな気がする。いただきます。170カロリーって書いてある。そんなないね。マヨの割には。新宿泊まる動画初めてかも。なんかね、新宿は、家が近すぎて、あんまり、やってなかったんだけど、多分需要がすごいあるかなと思って、なんかこう、例えば、東京近郊に住んでいない遠方の方が来るときって、いろんなところに行くと思うんだけど、東京エリアとかいろいろあると思うんだけど、新宿エリアに来る人多いんじゃないかなと思って、それでコスパのめちゃくちゃいいところの宿をちょっとリサーチしてみようかなと思って、で前からちょっとね気になってたの、すっごいありえないぐらいの破格だからどんだけって思って、レポレポと思って今回選びました。はい、ということでウィルさんのハンバーグ弁当をいただきます。ウィルさんのハンバーグ弁当というかテイクアウトはメインのハンバーグのほか、このね、こっちのサイドが選べます。なんかね、メンチカツとかエビフライとかそういう揚げ物が結構多かったかな。で、これはね、なんかチキンの煮込みちょっと注文してみました。いただきます。なんかちょっとラタトゥイユっぽくていい。大きなチキンも入ってます。いただきます。トマトの美味しさがチキンに染み込んでます。まあホテルからは10分ちょっと歩いたので、歩くのが嫌な人は、近隣のね、
お店に入っちゃった方がいいかもしれない。ただ私みたいに部屋で食べたいけど、ちょっと、なんか食べたいみたいな。わかる？今日はコンビニじゃなくて、なんか食べたいよみたいな。そういう人には、2、3分歩いて頑張って買いに行くのありなんじゃないかなって思います。うん。そして、じゃーん。これは多分ね、ローストポークだと思います。いただきます。うん。そして、じゃん。ご飯もついてきます。私なんかビール飲んでる時お米いらない人なので、ちょっと後で食べます。はい。ではメインのハンバーグをいただいていきます。ハンバーグ、いただきます。わかるかな？玉ねぎをしっかり感じられて、柔らかい。私の中ではグッドチョイスでした。はい。ということで、ちょっと早いですが、ハイボールを飲みたいと思います。じゃーん！氷買ってきました。あとね、そうそう、このホテル、破格だからっていうわけじゃないけど、言うのかもしれないけど、お部屋にコップがありません。で、たまたまというか持ってきてる人なので、はい、これで飲みたいと思います。手ですみません。ないからね。でも、共有のところにお茶とか、紙カップはありました。だから困ることはないと思います。はい。では、開けます。では、今日もお疲れ、はい。すっきり。はい。ちなみに、窓の外の景観をお伝えしてなかったんですが、こんな感じです。はい。ということで、一旦ここでね、もうちょっと飲みたいんだけど、酔っ払うと危ないんじゃない？だから、お風呂に行ってこようと思います。お部屋にお風呂がないので、ささっとこうね、シャワー浴びてこようかなって思います。じゃあ入ってきます。はい。じゃあハイボールをまた飲みたいと思います。氷をね、出します。いやー、新宿ですよ、ここ。なんか私、どこかの旅に来たような気がします。新宿にもこういうところがあったのかと思うと嬉しいです。では、ハイボールの2本目。再び、お疲れ、はい。私、普段カプセルホテルのレポもすごいしてるから、お部屋にトイレとかお風呂がないの全然慣れてきちゃって大丈夫なの。だけど、カプセルホテルとか普段泊まらない人はお部屋に洗面台がないとかトイレがないっていうのは嫌かもしれないね。うん。久々にありがとうございます。亀さんありがとうございます。そう、なんか最近メッセージがいただけなくって、なんか私ひどいこと言っちゃったかなって気になってたんですよね。亀さんありがとう。はい。こんな感じでいつも皆さんのコメントをね、見てます。はい。そうなんですよね。でもこの機会だからちょっとお話しすると、あまりにもアンチ系のコメントはね、私に表示されない設定があるので、設定されているので、すごいアンチの方がいらっしゃるとするじゃないですか。いっぱいこいつなんとか締めてやろうみたいな感じで書かれると思うんですけど、私ね、見えないんです。そう。だから、なんか、私がそこに対して反論してないっていうのは見えてないからっていうのもあるんですよね。設定がいろいろあるんですよ、YouTube さん。でもその代わり、うっかり
表示されることもあるんだけど、うっかりいい人のコメントもホールに行っちゃう時もあるんですよ。そのね、どちらかというと、いい人のコメントがホールに行っちゃう、そっちの私の目に触れないみたいなのがすっごいあるので、良いコメントを書いてくださった方にお伝えしたいことが1個あります。私からのいいねも何もない時は、YouTube さんのご操作で私に見えなくなっちゃってるっていうそのコメントが、本当にありがとうと思ってコメントを返してるつもりなので、そう。ちょっと今、酔っ払ってるから早口になって。あと、1個だけすいません。長尺動画を紹介するショートに関してのコメントは、全部読んでいいねとか押そうとしておるんですが、返信はね、ちょっとね、間に合わなくてですね、長尺を中心に優先的にさせていただいてます。ただ、ショートのコメントめっちゃ嬉しいので、そちらもしっかり読ませていただいてますので、ショートいっぱい、先月から出すようにしてたら、コメントお返しが間に合わなくなってしまって。なので、長尺の動線にしている、その紹介ショートに関しては、いいねってお返事させていただいてますので、ランダムにお返しすることはあります。これはお返しした方がいいかなっていう判断した時とか、基本は長尺に。それだけ。そうなんだよ、なんかね、見えなくなっちゃってる時があるんですよ。もうそれは私の YouTube チャンネルに限らず多分全部だと思いますけど、共通してみんなが抱えている、点だと思いますけどね。良かったです。このホテル。びっくりするぐらい良かったです。普段、私がカプセルに泊まることも多いじゃない？でさ、それとほぼあんまり変わらない値段で、個室、トイレとお風呂はないけど、部屋にはね。でも、カプセルもないじゃない？めっちゃこんな広いわけですよ。いや、すごいよね。だから、東京と違うところに住んでます。で、じゃあなんかの会合で東京に来なきゃってはいけません。来たいです。だけど、交通費もかかる。ホテルの宿泊費はどうしても抑えたいってあるでしょ？飛行機とかさ、新幹線の値段ってある程度しか下げられないけど、ホテルって選びようによってはこうアップダウンできる。そういう方の役に立つかなと思って気になったの、ずっとこんだけ安いけどどんぐらい大丈夫かなって思うのよ。やっぱり今時5000円から、日によっては7000円とか8000円とかあると思うけど、リーズナブルな日で5000円から泊まれるホテルって超絶やばいってイメージがあるから、なんとか予算抑えたいけど怖いよね、安すぎるのっていう時に情報共有できたらいいなって思って今回ちょっと泊まってみました。だから本当に抑えたい方全然 OK ですけど、なんか私大丈夫？またやっちゃったね。布団と服が被った。私本当にそういう人で、虫みたいなレストランの壁と服が被ったりとか、銀河の時も偶然服が被って、大丈夫？見えてますか？私。みんな私のこと見えてますか？見えにくいよね。カメレオンみたいに。はい、そしてさっき2階で買ってきた、これ自販機で買ってきたやつ、枝豆食べてみたいと思います。これどこの会社？ギンビスって書いてある。中央区の会社です。はい、いただきます。音がね、ちょっとやっぱり漏れますね、やっぱり。はい、枝豆の形です。いただきます。美味しい。意外とヘルシーですね。89カロリー、脂質も 4.4。はい、そして今お部屋を暗くしました。夜景がこんな感じです。実際ね、見えるのもうちょっと大きいのでアップします。そうですね、こんな感じで見えます。この後私はいつの間にか寝落ちしちゃってました。はい、その後寝落ちをしてました。やばい、もう朝じゃん。やばい。あれいつ寝たったの？ちょっともう一回寝ます。
おやすみなさい。おはようございます。朝です。時刻はもうすぐ7時半。はい。快晴です。ちょっと曇ってるよね。なんかさ、すごい爽やかなんだよね、朝。いい感じ。はい、そして女性の大浴場は鍵を開けるタイプです。はい、大浴場は地下にあります。コインロッカーは100円を入れて戻ってくるタイプなので忘れないようにしましょう。はい、お風呂から上がり、身支度が終わったので朝食会場に向かいます。朝食は2階です。お時間は朝7時から9時15分ですね。9時くらいからお片付けが始まるということなので早めに行くようにしたいですね。はい、こちらが朝食のラインナップです。定番のおかずからほっこりする煮物までいろいろありましたよ。はい、お味噌汁です。パンもありました。はい、私が持ってきたお料理がこちら。では、いただきます。まずはサラダから。広々としたレストラン会場にアットホームなご飯というか家庭的なお料理がたくさん並んでいる印象でした。こういうね、スパゲティのマヨネーズ和えみたいなのもちょっとほっこりしますよね。他のお客さんいろいろ見てたんだけど、私の母世代のお客さんが圧倒的に多い中、若い方もちらほらいらっしゃいました。ほらほら煮物、こういうの嬉しいよね。田舎飯っていう感じなんだけど、ここは新宿。朝からパクパク美味しくいただいちゃいました。カレーはなかったけど、私の大好きな温泉卵があったので、最後は卵かけご飯のようにいただいて、大満足な朝食でした。ごちそうさまです。1階ロビーに販売している紙カップのコーヒーを購入しにやってまいりました。これはカフェオレです。はい、お部屋に戻ってきました。そして、さっき買ったコーヒーをいただきます。まあね、ちょっとあまりゆっくりできないんだけど。昨日買った放送が。チェックアウトのお知らせですね。連泊の方も一旦部屋から出なきゃいけないんですって変わってるね。いやー、それはちょっと嫌かも。自分がもし連泊するなら、全然気にしない人は気にしないかもしれないけどね。すごいグローバルなでもホテル。ロビーにね、こういう観光の冊子がいっぱい置いてあって、いろんな国の言葉があるんですよ。で、私、東京って書いてあるから日本語かと思って間違えたら、中国語でした。後で戻します。読めないんで。はい。そして、昨日購入した日本一のプリンと言ってもいいのかしら。プリンの大会で、2024年は優勝して、今年も2位だったっていう、悔しかったですって言ってました。それをね、偶然遭遇したので、卵好きとしては食べたいなと思っていただきます。では、ほら見て、濃厚でしょ？いただきます。見て、バニラビーンズがすごいの。じゃあ、よいしょ。ほら、トロトロ。プリン好きの皆さん。はい。新宿御苑のあたりにこのお店があります。よかったら食べてみてはいかがでしょうか。リンクを概要欄に貼っておきますね。うわ。茨城県の有名な高級卵、それで作ってるんですって。クリームみたいな感じ。はい。では間もなくチェックアウト。今回をまとめていきたいと思います。で、私の率直な感想は、過去一コスパ最強宿と言っても過言ではないと思いました。新宿でこの値段ありえません。すごくないですか？で、正直ね、来る前は値段が値段だったので、据えた匂いがするんじゃないかと、恐る恐るこの扉を開けたものでした。失礼ながら。だけど全然古い匂いしないの。もちろんね、建物は昔の建物だなっていう感じはするんだけど、すごい綺麗に、いつかわかんないけど、リフォームもされてると思いますし、特
ころどころそのクラシカルなレトロ感が逆におしゃれだなと思いました。そう、じゃあどんな方に向いているか。交通費がやっぱり飛行機代とか新幹線とかかかっちゃうから宿は抑えたいっていう方いらっしゃると思うんですよ。そういった方にむちゃくちゃおすすめです。カプセルホテルルーム並みの値段で個室。めちゃくちゃありだと思いませんか？はい。そんな方におすすめのお宿だと思います。そしてお風呂がね、なんか富士山の絵が描いてある泊まれる銭湯みたいな。ローカルとか古き良きっていうのが結構好きなんですけど、そういう風情のあるものが好きな方にも合ってるんじゃないかなって思います。ということで今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ミドチャレ TV の愛でした。